皆さんの名字は何ですか？そしてもしその名字によってできること、つく仕事、好きになる相手が制限されてしまうとなるとどう思いますか？実際に生まれながらにしてそのような制約を受けなければならない忌まわしき制度、カースト制度というものがあることをご存知でしょうか？今回はヒンドゥー教を信仰する国で今もなおなくなることのないカースト制度について詳しく深掘っていきたいと思います。Namaste everybody, Guy San is here. 今回はネパール社会に今もなお残っている大きな問題の一つであるカースト制度についてお話ししたいと思います。少し重めなお話ですが、これもネパールの特徴の一つなので、ぜひぜひ知っておいてもらいたいと思います。日本でも以前は身分制度がありましたが、今ではほとんど名残がありませんよね。もちろんネパールでもこのカースト制度は廃止されたんですけれども、実際は今でも根強くこの制度が人々の生活に大きな影響を与えています。ネパールにはいろいろな民族がいますが、それぞれカーストによって分けられていて、その違いが差別感情を生んだり大問題に発展したりします。この制度と無関係のところで生きている私たちにはよく理解できない部分ですよね。それでもネパールの皆さんにとっては当たり前のものとして存在しています。良いか悪いかは別にして、このカースト制度どう始まったのでしょうか？そして現在どんな影響を及ぼしているのでしょうか？このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してくれると幸いです。またガイさん公式 LINE の方も作ってあります。ここではネパールについて、ネパール語についてのこと何でも質問し放題でございますので、ぜひ登録してメッセージを送ってきてください。それでは早速内容に入っていきましょう。まずはカースト制度の背景についてお話ししていきます。このカースト制度ですが、これはその人の生まれながらにしての階級、身分というものを決めてしまう恐ろしいものなんです。しかもこれは簡単に隠せるものでもないんです。名字を聞けばこの人はどのカーストのどの階級の人かはっきり知ることができます。そういう事情がありますので、ある人たちは自分の本当の名字を名乗らなかったり、偽名を使ったりします。それだけセンシティブな問題として今も残っているということですね。では一体このカースト制度どのように始まったのでしょうか？これを理解するにはネパール王国の歴史について知る必要があります。今から約600年前のネパールは現在のような一つの国ではなく、いくつかの小さな王国に分かれていたようです。そしてその中の一つの王国の王様が周辺の王国を征服して一つにまとまったネパール王国が出来上がったと言われています。そして興味深いのが、その王様がネパールは4つの階級と36の民族の花園という言葉を語ったということ。これはその統一した王様が階級を作ったということではなくて、征服した時にはそうなっていたということのようです。つまり一つの国にまとまる前から国をまたいでのなんとなくの階級による違いが存在していたということですね。実際様々な調査によると、今から1000年前ぐらいから、つまり統一の前から小国の何人かの王様たちが職業を基準にして人々にいろいろな名字をつけていたようです。そしてその名字によってグループ分けされ優劣がついていったんですね。これがこの国に今も見られるカースト制度の始まりです。ちなみにこのカースト制度の中で最上級階級の民族はバウン、ブラーマンと言われています。彼らは宗教的な儀式を行う司祭階級で聖なる人と言われています。2番目に階級が高いと言われているのはチェトリという民族です。彼らは支配者層です。3番目の階級は商人、農民層で売者と言われています。そして最下級はシュードラと言われ、他の人たちがやらないような大変な仕事を割り当てられていました。この制度、インドのカースト制度によく似ていますね。この国はインドの影響を強く受けていますので、こういった社会の基本をなす仕組みが酷似しています。とにかくネパールは主にこの4つのカーストに分かれていて、さらにその中でも様々な階層が存在しています。一つ一つ取り上げていくとかなり時間がかかるので、今回はネパールカースト制度の詳細については割愛します。主にお伝えしたいのは、この制度が現代のネパール社会にどんな影響を与えているかということです。では1000年も前に始まったこの古い制度が現代ネパールにどんな影響を与えているのでしょうか？ここからはカースト制度がもたらしている影響についてお話ししていきます。現在カーストによる差別をすることは政府によって禁じられています。やはりこの制度が現代社会にそぐわないということを認識しているということですね。ですがそれでもやはり田舎の方に行くと未だにその影響が残っているところもあるようです。数百年もあり続けた制度ですから、それだけ根深いんですよね。例えば残念なことにある場所ではハイカーストの人はローカーストの人となるべく接触を持たないようにしているそうです。そこ
はかなり徹底していて、家に入らせることはおろか、彼らが作ったものを食べることもしないようにしているそうです。こういうのって感情じゃなくて習慣の力なんでしょうね。でももっと大変なのは水の扱い。ある村ではハイカーストの用の水汲み場、ローカースト用の水汲み場と、そんなに多くもない水源を分けて使用しているようです。そしてもし専用の水汲み場がなければ、まずハイカーストの人々が利用してから低い階級の人の順番が回ってくるそうです。今でもこういう風習が残っているとは驚きです。また、先ほどハイカーストの人々は低い階級の人々が作ったものを食べないと言いましたが、その逆もあるようです。つまり、ローカーストの人たちがハイカーストの人の家にお呼ばれして食事をする。その場合でも家の中で食べるのではなく、外で食べなければならないといけないし、食後自分で食器を洗わなければいけません。個人の家だけではなく、食堂でもローカーストの人々は自分で食器を洗わなければいけないのです。本当にこういう問題がなくなってくれることを願います。と言っても、ここまで話したことは主に飲酒の強い田舎でのことで、首都カトマンズをはじめ都市部では現在こういう差別的な行動や習慣は少なくなってきています。おそらく教育の賜物なのでしょうか。それでも時々差別的な出来事が発生するようです。例えば都市部に住む大家さんの中には、今でも借り主がどのカーストに属するか聞いてから部屋を貸す人がいるようです。それで人によっては部屋を見つけるのが大変だということを聞くことがあります。またカーストによっては自分の宗派のお寺であっても中に入ることができず、遠くから拝むしかないということがあるようです。だいぶ少なくなってきているとはいえ、未だにこんなにも影響が残っているなんてちょっと信じられませんよね。それでは次に行きましょう。最初にこのカースト制度は職業を分けるものだったとお話ししましたが、現在でもその名残はあるのでしょうか。次にカーストによる人々の職業の違いについてお話ししていきます。日本では服飾関係の仕事って人気が高いですよね。自分で服をデザインして売る、すごいセンスと経験が求められるとってもいい職業だと思いますが、ネパールではローカーストの人々の仕事だと言われています。他にも美容師、靴職人、家事職人、日本ではかっこいいとかおしゃれとか匠なんて言われる素晴らしい仕事も、こちらではやはりローカーストの人たちの仕事と見られていて、あまり人気がありません。このあたりの感覚は日本とはだいぶ違いますね。どの職業も素晴らしいと思うのですが、やはりカーストの工程を彷彿させてしまうのでしょう。どんな人もやりたい仕事に就けない可能性がある。やはりカーストの影響は今でも大きく残っていますね。では次にカースト制度が人々の結婚にどのような影響を及ぼしているのか、この点についてお話ししていきましょう。カースト制度による影響が最も大きいのがこの結婚と言えるかもしれません。公にはカーストによる差別をしてはいけないことになっていますが、ハイカーストの親は自分の子供たちをローカーストの人たちと結婚させることを好みません。それによって自分の子供のカーストが下がり、周りからそれ相応の接し方をされるということを気にしているからです。これまで考えたように今でもカーストによる差別が残っていることを考えると、それもわからなくはない気がします。ですからそうしたハイカーストの家の中には、子供を何とか別れさせようとしたり、それでも結婚してしまったなら縁を切るといったかなり深刻な手段に打って出る人もいるようです。そうなると親族が集まる大切な行事に今後一切参加できなくなったり、親の財産を相続できなくなったりするようです。完全に親族関係から追放されるということですね。それほどまでに結婚とカーストは深刻なもののようです。もちろん全ての親たちがこうした考えを持っているわけではないでしょうが、とにかくカースト制度が法律上でとっくの昔に禁止されていても、人々の間ではその名残がはっきりと残っているのが現実です。では最後に、このような民族的な偏見をなくす努力は現在なされているのかについてお話ししていきましょう。民族差別をなくす努力ですが、現在ネパールでは民族偏見をしてはいけないということについてほとんどの人が理解し、この考え方に同意しています。そういったムーブメントがあったため、差別的な行動をする人に対して罰が与えられる法律が作られました。他にも様々な映画や歌の中でこの問題に対して警告的なメッセージを伝えているものもあります。さらにいろいろな組織や委員会が設立され、差別、偏見をなくすよう活動している方々が多いのも事実なんです。これはすっごいいい取り組みですよね。でも人々の心の奥底にある考えを変えることは法律ではできないのが現実です。この問題がネパールから完全に解決されるためにはもう少し長い時間がかかるかもしれません。はい、お疲れ様でした。ではここで今日の内容の復習をしていきましょう。ネパールに今でも見られるカースト制度、これは少なくとも1000年前から存在しているものでしたね。その序列は司祭配給のバウン、支配者層のチェトリ、商人や農民で構成されるバイシャ、そしてシュードラでした。
そして現在でも名字によってそれが見分けられるということでしたね。また現在ではカーストの違いによる差別は禁じられてはいますが、今でも根強く残っているところがあるということでした。特に田舎の方では食事のルール、水汲み場の使用、使った食器類の扱いなど結構驚くような風習が残っていました。職業への影響も考えました。服飾関係、美容師、靴職人、鍛冶屋など日本では一目置かれるような仕事のいくつかはカーストの工程を彷彿させるものとして好まれないということでした。結婚にも大きな影響があるようでしたね。カーストの違う2人が結婚しようとするとき、特にハイカースト側の親が反対することがあるということでした。でも現在ではいろいろな組織や個人がこのカーストによる差別をなくそうと真剣に努力していることも考えてきましたね。はい、お疲れ様でした。今回のお話は表からは見えないネパールの影とも言える部分にフォーカスした少し重い内容の話だったかもしれません。もしかするとある人はネパールは国内でギスギスしているんじゃないのと感じたかもしれません。でもそんなこともないですよ。社会としてこの問題を解決するために真剣に取り組んでいますし、私の友人たちも私たちは民族、カーストを基準に誰かを差別することはないと言っています。一部の人たち、一部の地域に昔ながらの考えが残っているという現状です。これもおそらく少しずつ変わっていくのではないかと期待しています。さて今回は1000年もの前からあるこの国に横たわっているカーストという社会の特徴についてでした。皆さんが一致した平等公平な世界が訪れることを願って今回のお話終わっていきたいと思います。このチャンネルではこれからも皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。少しでも良いと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録お願いいたします。カーストは名字で決まるとありましたので、皆さんの名字ぜひぜひコメント欄の方で教えてください。最後にはなりますが、ガイさん公式 LINE の方を作っております。こちらではネパール語のことを何でも聞き放題ですので、いつでもテキストを送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also.